今回ご紹介するのはこちら、タミヤのプラモデル35分の1レオポルト 2A6 をドリフト仕様にしてフルオペ化して電子制御の照準安定装置も組み込んでいきます。それでは作っていきましょう。キットの中身はこんな感じ。55口径長方針と追加装甲が装備された A6 型、英語型の44口径方針も入っているので、こちらも作って装甲用にします。本当は一丸式にしたかったのですが、小さめの車体に立体その他メカが収まりそうにないので断念。使用機材の紹介、概要欄にも書いておきます。いつものギアボックスですが、今回は改造して出力軸の位置を変更。いつものブラシモーター用 ESC、 いつものミニッツレーサー用ノーマルモーター、いつもの連結式クローラー、ドリフトに最適。プロポは特殊な設定が必要。これじゃないとまともに走りません。設定内容は過去の動画で解説しています。動画の最後にリンクを貼っておきます。今回は車体にマイコンを搭載、電飾と砲塔のジャイロ制御に使います。安価なエレゴーの互換品の方を使用。これはジャイロセンサー MPU6050、 6軸センサーですが1軸のみ使用。車種はこんな感じ。ウェイトを積んで高速走行させるので強度重視で、ギアボックスの出力軸の位置がどうしても合わなかったので、ギアボックスを改造して無理やり位置を変更。またギアが車体に収まらないので車体を切り欠きました。各部の固定はマグネット、サイドスカートも取り外し式にします。履帯幅は事前の試算通りぴったり、ギアボックスの幅もピタピタ。砲塔旋回と方針上下のサーボはともに 9g クラス。この方針は短い方の44口径で、先端にレーザーモジュールを装着。工作が終わったら塗装していきます。塗装は取説通りの NATO3 色迷彩、タミヤのアクリル塗料を使用。塗り分けはマスキングなしでエアブラシのフリーハンド。博物館の綺麗な車体はこんな感じなのですが、ちょっとおもちゃっぽいのでウェザリングしていきます。エナメルのブラックでウォッシングして、ウェザリングマスターの黄土色で土ぼこりとエッジのハイライトを追加して完成。モールドの立体感が強調され、落ち着いた感じになりました。車体サイズでレオポルト2にしましたが、レオポルト2といえば3色迷彩。20年近く眠っていたエアブラシを引っ張り出しました。茶色と黒がテカっちゃったので、サンドペーパーで叩いたりパウダーを使ったりして処理。マシンガンは直径 1mm の光ファイバーをガンメーターで塗装。手法発砲はレーザー発光と瞬間的な全更新で再現。音はプロポのサウンド再生機能で出しています。標準上下カバーが方針と連動でスライド稼働するのも見どころ。走行モードはパーキング、ロー、ハイの3段。左のスイッチで砲塔ジャイロ制御のオンオフ。これは低速走行用のローモードでの動作。
停止ギリギリの最低速に制限されます。ステアリングスティックで新地旋回と超新地旋回といっても高速に全振りしたギア比なので専用の低速モードを作ってなんとかこのくらい。ジャイロ制御オン。同軸機銃発射。手法発射。レッツドリフト。テールスライドしながらクリッピングを通過。その間も砲塔は照準を維持。高速走行中は新地旋回に入るとすぐにスピンなので、高速モードではスロットルオン時は内側履帯を止めず最低速を保ちます。その最低速をどのくらいに設定するかでターンインの鋭さが変わってきます。スラローム走行。車種特性はオーバーステア傾向。そのままではテールスライドを止めるのが難しいので、前に 120g の重りを乗せてかなりフロントヘビーに設定。クオリティでは本計16分の1フルオペにかないませんが、気軽に振り回して楽しめるのは35分の1の良いところ。平常円旋回。マイコンと光センサーを使った標的システムも作ってみました。狙いを定めて発射。外れ。目測だけでは狙うのが難しい。命中。標的機はクローラーロボトリプルレンジャー。本来は有線リモコン式ですが、 Amazon の安価な無線ユニットで RC 化してやります。走行前の組み立て。電源投入。 ESC ジャイロと起動するまで触らずに待ちます。砲塔サーボをセンターに戻して、まずは砲塔上下をマグネットで合体。フルオープンから組み立てていますが、通常のバッテリー交換だけなら砲塔は外さなくても OK。 基本は繊細なディスプレイモデルなので取り扱い注意。砲塔の45度の位置にある爪を車体の切り欠きに差し込み、砲塔の6ピンコネクタを接続。コネクタ類はこちらのデュポンコネクタセットを使用。普段は市販のジャンパー線で適当に配線しますが、今回は配線が多く着脱も必要なのでいつもより丁寧に処理。砲塔の駆動ピンを穴に合わせて、最後に全部をマグネットでピタッとはめ込んで完成。サイドスカートはこんな感じでマグネットとピンで固定。メカ類を引っ張り出すとこんな感じ。受信機 ESC2 個、サーボ2個、マイコン、スイッチングレギュレーター、 LED、レーザー。5V 電源は ESC 内蔵では足りないようなので、別体の 3A レギュレーターを追加。これだけのものがすんなり収まるのですから、リモコン時代からすればメカ類の進歩はすごいものです。アルディーナのプログラムはこんな感じ。砲塔の制御はジャイロセンサーから得た角速度値を積分した回転角度値を使用。積分計算による遅れが出るので、遅れの分だけ角速度値を足してバランスをとっています。アルディーノなしでも砲塔ジャイロ制御以外は TX12 プロポでできます。これはガンタンクの過去動画で紹介しています。
というわけでレオパルト2の制作でした。今回は RC 送受信機、アルディーノ、ジャイロセンサーの連携を試すことができました。今後ロボット等の制作に活用できそうです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと感じたらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。いただいたコメントも励みになります。